ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、どうしたレ夢ム？元気なさそうだな。聞いてよマリサ。私が愛用してた釣り場が立ち入り禁止になっちゃったのよ。いい釣りスポットだったのに。それは、災難だったな。食料はほぼ自給自足のお前にとっては、釣り場がなくなるのは辛いな。まったくよ。新しく外交船の岸壁整備をするからって、急に立ち入り禁止になっちゃったのよ。もっと前から告知して欲しかったわ。あそこはサビキでイワシやアジが釣れるし、落とし込みでメバルやカサゴも釣れるし、ルアーを投げればヒラメやシーバスも釣れたのに。でも、岸壁整備ってことは、工事が終わればまた釣りができるようになるだろ？工事が終わるまでの辛抱なんだぜ。それはないわ。もうあそこの岸壁は永遠に入ることはできないの。なんでなんだ？それはね、日本国の法律より上に位置する、国際条約によって定められたルールがあるからよ。そんなルールがあったのか？そうよ。それじゃ今回は、ソーラス条約と港の立ち入り制限区域について、解説していくわね。ソーラス条約とは、インターナショナルコンベンションフォーダセーフティオブライフアットシー。海上における人命の安全のための国際条約、という名前の条約で、英語の頭文字を取ってソーラス条約と言われているわ。この条約ができたきっかけは、かの有名なタイタニック号沈没事故なの。タイタニック号の沈没事故については、マリサも知ってるわよね？もちろんだぜ。映画の中のディカプリオがかっこよかったな。あの映画は名作よね。私は沈没する間際の上後半で、戦場バンドの人たちが、賛美歌、主よ身元に近づかんを演奏していたシーンが印象に残っているわね。あれが映画の演出じゃなくて、実際のタイタニック号でも、ああしてバイオリンを弾いていたと知った時は涙が出たわ。とにかく本当に悲しい事故だったんだよな。その通り。タイタニック号沈没事故を語ると、それだけで長い動画ができてしまうから、ここでは詳しい解説はやめておくけど、タイタニック号沈没事故は、1513人もの犠牲者を出した、当時世界最大の海難事故だったわ。これだけの犠牲者が出てしまった原因は様々あるのだけれど、大きなものを挙げると以下の4つがあるわ。すべての乗員乗客が乗船可能な数の救命ボートを備えておらず、また、乗員乗客の避難訓練をしていなかったこと。先客の等級によって、避難の優先順位に差をつけたこと。現場から10から17マイル離れた場所で漂白中の船舶の通信士が就寝中で、タイタニックからの遭難信号を受信できなかったこと。氷山警報を受信してはいたものの、北大西洋ではよくあることと軽く判断されてしまい、船員間で情報共有がなされず、また、出港当日に人事異動で航海士が入れ替わったのだけど、下船した2等航海士が、双眼鏡を入れたロッカーの鍵を交代者に渡し忘れてしまい、結果タイタニックは双眼鏡なしでの航海になってしまい、氷山の発見が遅れてしまったこと。これらが挙げられるわね。いろんな要因が重なった結果、悲惨な大事故になっちゃったんだな。そうなの。当時の最新の科学技術を詰め込んだ最新鋭の船が、このような悲惨な事故を起こしたことは、特に欧米社会へ大きな衝撃を与えたわ。そこで、時のドイツ皇帝ウィルヘルム2世の提唱によって、海上における人命の安全のための国際会議が開催されて、タイタニック号沈没事故のような悲惨な海難事故を二度と起こさないために、船舶の安全確保のための救命艇や、無線装置の装備等の規則を定める条約が、1914年に締結されたの。これが、海上における人命の安全のための国際条約。通称、ソーラス条約よ。なるほど。タイタニックの事故を教訓にして、船の安全のためのルールが決められたんだな。そうなの。ただこの条約は、第一次世界大戦の影響もあって、発行には至らなかったわ。その後、時代の変化に伴って、幾度かの改正や修正を経て、現在の条約は1974年に締結され、1980年に発行したものなの。当然、海洋国家たる日本も、この条約に批准しているわ。そうなのか。しかし、なんで船の安全のための国際条約が、レ夢ムの釣り場が閉鎖されることと繋がるんだ？これが大いに関係してくるのよ。ソーラス条約は、ある大事件をきっかけに、2002年に改正されたのだけど、マリサ、その大事件って一体何だと思う？2002年の近くであった大事件？あ、もしかして、アメリカの同時多発テロか？正解。2001年に発生したアメリカ同時多発テロ事件をきっかけに、全世界的にテロへの警戒が重視されるようになったわ。それは当然船の業界も同じで、港湾関連施設においても、テロ対策として侵入防止等の保安対策を強化することが義務付けられたわ。
具体的には、国際水域施設や国際不当施設には立ち入り制限区域が設けられたの。日本国内においては、この改正ソーラス条約に基づいて、国際公海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律、という法律が公布されたの。この法律によって、日本の船舶と港湾の保安について厳しく規定されるようになったわ。この法律が公布されるまでは、港の中って、割と自由に入ることができて、昔のドラマや特撮ヒーローなんかだと、コンテナヤードなんかで撮影していることが多かったと思うのよ。ああ、そうだな。ヒーローものだと、港か採石場ってイメージだな。そうそう。ドラマだと、某危ない刑事ドラマなんか、よく港でカーチェイスをしているイメージよね。ああいった撮影って、実はもうすることができないの。厳密にはできないこともないのだけれど、場所が大きく限られるというのが正解かしらね。そうなのか。港においては、国際航海に従事する船舶、つまり、外国からの船舶が着岸する岸壁は、立ち入り制限区域とされて、許可のない人間を立ち入らせないようにしているの。当然これはテロ対策ね。テロ対策か。なんかいまいちピンとこないんだぜ。あら？どうして？いや、例えば、国の重要な施設とか、政府のお偉いさんのいる場所とかなら、厳重なテロ対策をするのも理解できるんだけど、港って、そんな厳重にテロ対策とかしなきゃいけないのか？船でビルに体当たりとかはできないだろうし。そう？それじゃ、マリサにまた船に乗ってもらおうかしら。え？実際に体験してみるのが一番よ。さあ、霧雨丸に乗ってちょうだい。なんだか今回はあまり気乗りしないんだぜ。ということで、今回の霧雨丸は、10万トンクラスの原油タンカーよ。マリサ船長率いる霧雨丸は、港にて停泊中。明日から2役の予定だけど、今日はお休み。船員たちも当局から解放されて、久しぶりの陸地を楽しんでいるわ。船長は船内に残っているのだけどね。はあ、長い航海で疲れたぜ。私も上陸したいけど、書類仕事も残ってるし、上陸は明日行こうかな。あいつら久々の上陸で浮かれてたな。私も一緒に飲みに行きたかったぜ。さて、夜も遅いしそろそろ寝ようかな。残った当局のやつが来たのかな？動くな。誰だ？我々は亡国の革命義勇軍である。お前が船長だな。私がこの船の船長だが、革命義勇軍がこの船に一体何の用なんだ？祖国の解放と革命のために、お前には指示に従ってもらう。もし指示に従えないというなら。撃たないでくれ。わかった。言うことを聞く。賢明な判断だ。それでは、今すぐこの船を出港させろ。行き先は某国某港。いや、その海域の海図はないしそれに船員も半分は上陸しちゃってて。うるさい。我々の革命のためにはこの船に積んである石油が必要なんだ。命が惜しかったら我々の指示に従え。今すぐに出港しろ。はい。こうして革命軍を名乗るテロリストに船を乗っ取られ、銃口を突きつけられたマリサは、日本から遠く離れた某国まで石油を運ばされましたとさ。めでたしめでたし。いや、待てー。あら、おかえりマリサ。お帰りじゃないしめでたくない。テロリストに襲われるなんて聞いてないんだぜ。そりゃ、予告して船をハイジャックするテロリストなんていないもの。いや、それは確かにそうだけど。ていうか、このまま某国へ行っちゃった私はどうなっちゃうんだ？相手は国に武力革命を起こそうとしているテロリストよ。協力してしまったマリサも無事では済まないでしょうね。そもそも無事に向こうまでたどり着ける保証もないし、仮に某国まで船を走らせたとしても、その後は。今回の話は極端な例だけど、でも、そんな極端な話が現実化して、多くの人が亡くなったのがアメリカの同時多発テロよ。確かに、旅客機をハイジャックしてビルに突っ込むなんて、誰も想定していないんだぜ。だからこそ、それまでは警備の毛の字もないような港湾に、テロ対策のための厳重な警備が敷かれるようになったわ。立ち入り制限区域に指定されたエリアは、有刺鉄線付きのフェンスで囲われて、ゲートで許可証のチェックがなされるの。たったこれだけのことでも、さっきのようなテロリストの侵入は防げるわよね。確かにそうだな。でも、仮に私がテロリストだったら、海から小型ボートでセガールするだろうな。小型ボートでセガールするのは、それはもう特殊部隊なのよ。でも、もちろんセガールされることも、しっかり想定されていて、実は外交船舶から30メートル以内の水域には、近づいてはいけないというルールがあるの。
当然港側の保安を管理している、港湾管理者やそこからの受託業者が、陸域だけでなく、水域の監視もしているわ。不審な船舶が岸壁に接近した段階で、警備員がやってきて退避勧告をされるわ。厳重な警備をしているんだな。テロリストにボートからセガールされたら大変だからね。ということで、今回はソーラス条約についてざっくりだけど解説してきたわ。そもそも条約の設立の経緯が、タイタニック号の沈没事故だったのには驚いたぜ。そうよね。有名な映画にもなった大事故がきっかけで、船の安全のための国際条約ができたっていうのは、きっと知らない人も多いんじゃないかと思うわ。まあ、そのせいで私のお気に入りの釣り場が閉鎖されることになっちゃったんだけどね。それは、お気の毒だな。あ、でもボートで岸壁の近くまで行って釣りすればいいんじゃないか？それはダメよ。さっきも言ったセガール対策ですぐに退去するように言われるわ。あ、そっか。よく釣り船が、船の近くは影になっていて魚が集まりやすいっていう理由から、着岸中の外交船に近づいて釣りをすることがあるのだけど、発見された段階で、岸壁警備が現地に向かって、退避勧告をするわ。漁船でも不審船扱いなのか。そりゃそうよ。テロリストが漁船に扮していない証拠なんてないのよ。こういう安全対策は、疑わしきは疑え、が鉄則よ。なるほどな。まあ、こうして警備の厳重さについて話したけど、実際に警備が厳重なのは大きな港だけで、地方の小規模な港の警備は結構ザルだったりするわ。そうなのか？立ち入り制限区域の入り口ゲートには警備員が常駐しているのだけど、場所によっては警備員が昼寝していて、許可証を持たない人が区域内に入ってしまうことも結構あるのよ。実際、2役関連の仕事をしている中の人の知り合いが、作業のために岸壁に向かったら、船の横で普通に釣りしてるおっちゃんがいて、驚いたって話していたわ。それは、まずいんじゃないか？まずいわね。釣り人の方も知らずに入っちゃったらしいから、その場は岸壁警備の人が来てご退去いただいたけど、ゲートの警備員はこっぴどく絞られたらしいわ。そりゃそうだろ。何のための警備員だよって話だよな。陸域の警備は港湾管理者が外部業者に委託する形をとっているのだけど、受託した警備会社の質が悪いと、こうした怠慢な警備員が出てきてしまうのよね。でも委託業者の人たちってことは、結構中抜きされて給料も安いんじゃないかな。こんな安い給料でやってられっかよ。みたいな感じで、仕事が適当になっているのかもしれないぜ。そういうこともあるかもしれないわね。仕事の対価は仕事の質につながるものだから、安い給料じゃ安い働きしかしてくれないのは当然よね。日本企業の中抜き体質が、テロの警戒にまで悪影響を与えているのかもしれないと考えると、本当に悪しき風習だな。本当にね。ゆっくりマリタイムチャンネルでは、海や船の雑学についての動画を投稿しています。この動画が面白かったり、ためになったと思った方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。